こんばんは、鈴木つづみです。前回はマスキングをした後に上面色の塗装が完了した時点で終了となりましたので、今回行う作業は、ちょっと面倒な作業ですがデカール貼りを行います。この作品の2回目の動画でお話ししましたが、今回使用するものは付属のデカールではなく、ウップ主が用意したプリンターで印刷したものです。欲しいマーキングが自分で作れるので模型製作の幅が広がるというメリットはありますが、毎回言っているように1枚のクリアデカールの上に印刷しているだけですので、使う部分をいちいち自分でカットして使わなければならないという面倒なデメリットがあります。まあ、方法を変えればメリットが出てきますが、同時に変えたことでデメリットも生じることもありますからね。この作業に必要なものは、水を入れるトレイ、ピンセット、デザインナイフ、綿棒、爪楊枝、そしてデカール軟化剤のマークセッターです。マークソフターもありますが、マークセッターにはデカールの糊が入っていますので私はこちらを使っています。デカールの貼り方ですが、まずは使いたいマークをデザインナイフで切り取ります。切り取ったものを水の入ったトレイにつけて台紙から取れるようになるまで浸します。その間に貼る場所にマークセッターを塗っておきます。デカールが台紙から離れるようになったら、ピンセットや爪楊枝でデカールを台紙から貼る場所へ持っていきます。細かくデカールを動かして調整し位置が確定したら、デカールの上からも軟化剤を塗ります。軟化剤が多すぎるようなら綿棒やティッシュで拭き取ってください。こうするとデカールが次第にふやけてきますが、乾燥するとがっちりと定着しますのでご安心を。まああまりにもシワが気になるようでしたら綿棒などで優しく伸ばしてください。こんな感じの作業を繰り返します。まず最初にですね、この白い下地用のデカールを貼ります。これを先に貼るのは、後から貼るレーザープリンターで作成したデカールの発色のために必要だからです。よほど珍しいレーザープリンターでない限り、白インクを使えるプリンターはありませんので下地を何とかする必要があります。それでは作業に入りましょう。この下地デカールを貼り終えた後、色のついたデカールを貼りますが、大きさが違うなどでズレが出てくるのではないかと心配でしょうか。ご安心を。 PC で作ったデータなので大丈夫です。この下地デカールは色付きのデカールと同じ大きさではなく、若干ですが小さくなっています。気をつけて貼り付け作業をしていれば、白の下地がはみ出すことはありません。ちゃんと考えて作ってあるんですよ。これは想定されるトラブルですからね。対策済みで助かります。白の下地を貼り終えました。貼り付けたデカールが乾燥して定着するまで待ち、乾いたら本格的にデカールを貼っていきます。先ほどの下地デカールがなぜ必要なのかを説明しましたが、実際に見てもらうと分かりやすいですね。レーザープリンターのインクは隠蔽力が低いので、直接貼ろうとすると、はい、ご覧の通りです。発色していませんね。これではダメですね。幸い白デカールはアルプスプリンターで印刷できたようなので良かったです。もし下地デカールが用意できなかったら、他の手段を考えないといけなかったでしょう。それでは作業を続けます。今回は注意書き部分やマークなどを適当に貼っていましたが、作業の途中で気がつきました。どうやらマークの上に注意書きを貼る箇所があるようなので、マークの方から先に作業した方が良かったようです。作業を流していきますね。
デカール作業が完了しました。デカールを貼った機体を見ると、なんだか完成が近づいたような気がしますね。デカールが乾いたら、艶ありのクリア塗料をデカール保護のために吹き付けます。こうするとデカールの経年劣化で剥がれることもないですし、そしてこれから行うエナメル塗料でのウェザリングからデカールを守ることができます。これからウェザリングを行います。まずは黒のエナメル塗料でウォッシングという作業を行います。墨入れとは違い、多めにエナメル塗料を使います。では早速エナメル塗料を塗っていきます。先ほどクリア塗料でデカールを保護していますので、これだけエナメル塗料を塗っても侵食されることはありません。特に今回下地に使っているアルプスプリンターのインクはこの手の塗料。溶剤に弱くて直接塗った瞬間に簡単に溶けてしまいます。これを利用してアルプスプリンターの印刷が失敗したものを、エナメル溶剤をつけてインクを溶かしてクリアデカールを再利用する人もいるくらいです。黒のエナメル塗料を塗り終わりました。塗り終えたものを見ると、ちょっとやりすぎたような気がしますが、まあ、大丈夫でしょう。今度はエナメル溶剤で黒のエナメル塗料を拭き取っていきます。この作業でモールドに黒が入って墨入れのような状態になりますし、全体的に適度に汚れているような感じになります。ウォッシングによるウェザリングが完了です。黒を塗った時ちょっとやりすぎたかな、と思いましたが、いい感じになりましたね。次はエナメルの銀で機体の塗装剥がれを再現しようと思います。筆に少量の銀塗料をつけて小さな剥がれなどを再現します。下地を銀で塗ってから機体色を塗装し、実際に塗装を剥がしてもいいのですが、この方法は失敗した時にやり直しが困難です。その点エナメル銀で書き込む方が失敗しても拭き取ればいいだけなので簡単です。やり直しが効く方が安心できます。銀の剥がれ塗装終わりました。実際に見ても写真で見ても、艶ありクリアで塗りましたので、表面がテカテカして違和感がありますが、仕上げ塗装をするとガラリと変わりますよ。仕上げ塗装の前に、基準のある場所に赤いテープのデカールを貼り付けます。この赤いテープは、実機ではこの機の基準、ブローニングは航空では凍りつくことがあり、戦闘中に作動不良を起こすことがあったそうで、その解決方法として機重口に赤いテープで塞ぐということだったそうです。いささか乱暴な解決方法だと思いますが、まあ効果はあったのでしょう。それゆえ出撃前の機体はガムテープに穴はないはずなので、機重口は見えないことになるのでこれでいいのです。もちろんですが、戦闘後に帰還したのであれば、赤テープには穴が開いていることになりますね。どちらで再現してもいいですが、今回は出撃前ということにしました。ちょっと忘れていたのですが、機重口付近と薬莢の排出口付近、そして排気口の後ろに汚れを再現しておきます。できれば赤テープを貼る前に施したかった作業です。この作業でせっかく貼った赤テープは汚れてしまいますが、それでもやらないよりはやっておいた方がいいでしょう。そしていよいよ艶消し塗装で仕上げます。全体的に艶消しを施します。塗り残しがないようにしっかり確認しましょう。どうですか？かなり良くなったと思いませんか？艶消し塗装の仕上げが終わりました。私の仕事はこれで終わりです。こんばんは、佐藤ささらです。どうやら塗装作業が全部終わったみたいですね。それではこれから最終組み立て作業に入ります。まずは試着から組み立てていきます。試着とプロペラを組み立てて、接着剤が乾くのを待ちます。塗装のために施していたコクピットの養生部分をピンセットで取り出します。
排気管を取り付けます。仮組みの時、ゆるゆるだったので接着剤がついたまま落ちないように気をつけていましたが、大丈夫だったみたいですね。そしてキャノピーを接着します。クリア部分がありますので、汚さないように注意です。あとは細かい部品を接着し、プロペラや主脚を取り付けます。主脚は接着剤が乾いて固定するまでこの状態にしておきます。人によって違うと思いますが、だいたい2日から3日は放置ですね。プロペラはポリキャップを機体に仕込んでありますので、接着剤はつけずにそのまま取り付けます。なのでプロペラは回すことができます。ただちょっときついので、手で弾いて回したい時は工夫が必要でしょう。今回はこのまま行きますが、それでもプロペラを動かすことができるのはちょっといいかもしれませんね。最後はアンテナ線ですね。アンテナ線には魚釣り用のテグスを使います。使う分を適当に切り出し、マジックで黒に塗ります。瞬間接着剤は以外にも、このような細く、手が震えて固定できない時には、なかなか接着することができないです。うまくいきません。動画では少し青い光が見えますが、今回はこの作業をやりやすくするために、光を当てると固まる、アロナルハ光を使っているのですが、これは紫外線のライトを当てると瞬時に固まるというもので、今回の作業にうってつけだと思いましたが、残念ながら思ったようにいきませんでした。私が不器用なだけかもしれませんけど、なかなか苦戦しましたが、なんとか終わりましたね。これで組み立て作業は完了しました。これで私の仕事は終わりました。皆様お待ちかね、ついに完成です。お疲れ様でした。それにしても、完全に印刷したデカールしか使わなかったから、付属のデカール買ったままの状態だね。このチャンネルでは初めてかな。ガンプラではこの前やったけどね。そうだった。ウップ主、ついに思い入れのある機体が完成したね。うん、よかったよ。この姿、好敵種の再現だね。何、好敵種って？どういうことなの？お気に入りの機体じゃなかったの？寝室に下げたかったんだよね、これ？いや、この機に乗っていたらこの素晴らしい形を見ることができないだろう。言っていることがわからないんだけど。実は大昔ね、このフライトシミュレーターに熱中していてね。当時ルフトバッケのエクスペル10に憧れて、このゲームのキャンペーンではドイツ側でプレイしていたんだ。なんと、まあ。へえ、そうだったんだ。このゲームではメッサーシュミットに乗っていたんだけど、そこでこのスピットファイアに散々苦戦してね。結構やられたよ。本当に形が美しいし強いし、いい戦闘機だった。意外な事実が判明。まあ、そういうことだね。でもお気に入りの機体だというのは本当だよ。その証拠に今まで何度も作ったことあるしね。まあ、完成したから良かったけどね。あ、そろそろ時間だね。そうか。それでは。皆様、最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また、次回の動画でお会いしましょう。